今回は IQ を上げる身体操作、メタ認知の領域を広げる身体感覚のイメージの仕方について解説をしたいと思います。ここまでシリーズ的にメタ認知というものがいかに大事で、そしてそれらは日頃から意識をしてメタ認知というものを働かせ続ける、そのためのテクニックやメタ認知がいかに有効で、そしてまたそれを維持するのがいかに難しいのか、こういったことを回数を重ねるごとに説明をしてきました。ここまで一連の私のエピソードを聞いてくださった人には、その重要性やメタ認知の取り扱い、これらについて理解が進んでいるかと思いますが、今回このエピソードから初めて聞く人のために簡単なおさらいをしておきます。まずはメタ認知とは自身に対してもう一つ上の存在として自分自身を認識することができる。これは考えている自分というものをさらにもう一つ別の自分が捉えることができるというもので、自分を客観視するその対象が自分だけでなく、もし誰かと話をしているのであればその相手、そしてこの自分と相手のこの関係性や、さらにもっとメタ認知の対象を広げると、その話している環境、そして2人の歴史、それぞれの持っている価値観の蓄積、これは自分も含めですが、こうしたものを捉えることができ、そしてここにいない誰か、対象者と自分自身が関係の上で参照するべき相手や歴史、文化、背景、こういったものもその捉える対象として眺めることができる。こういった思考の仕方、認知能力というものがメタ認知というものです。これは人間特有のもので、他の動物にはできない、そうした特殊な能力ですけれども、これを私たちはある程度は発動させることができるんですけれども、それをもっと強めたり、それをもっと広げたり、そしてそれをフルに使い続けるということはなかなかできません。私たちには感情というものがあり、即時的に反応するといったそうした考えなくてもできる潜在意識、こういったものによって自動化された日々を過ごすことによって、私たちは日々の生活を楽に送れると同時に、この潜在意識が働きやすい状態というものを生み出すことができれば、多くのことが習慣化されていきます。私たちは習慣の塊であり、ほとんどのことを自動化して習慣として成し遂げることができるようになってきますが、しかしそれは何度も繰り返したことが習慣化されただけであって、自分が何かを成し遂げたい、実現をしたい、挑戦をしたいと思うこと、これらに対して必ずしも習慣化されているわけではないということに注意が必要です。多くのことを成し遂げたいと思った場合には、たった一歩で到達できるようなものではなく、何度も何度も階段を上り続けるように地道にその目標や目的に対してアプローチをし続ける必要があります。何度も挑戦をして失敗をしてということを繰り返しながら、私たちは成功というものに近づき、自己を高めていくことができるわけですけれども、しかし習慣化というものは同じ段の階段を何度も何度も反復することによって得られるわけですので、その習慣化はすなわち停滞を意味してしまいます。ですので、階段を上り続けるということをしようと思った場合には、その習慣そのものも定期的にアップデートをかけていかなければ、私たちは簡単にいつの間にか停滞をすることになります。なので、習慣というものに関しては、その目の前の作業、小さな作業に関しては簡単に習慣化によって成し遂げられるようになり、無意識のうちに行えるようになって自動化できるわけですけれども、少し上のメタな視点から見れば、新しいことに挑戦し続けるということも習慣化してしまいたいというふうな欲張った考えを持つようになりますが、多くの場合それは失敗します。なぜなら習慣化というのは反復ができて、それらが難なくできるようになっていくこと、考えなくても無意識にできるようになることを意味しますので、習慣化ができたところというのは必ず停滞します。これは習慣化によって簡単にできるようになったイコール停滞を意味しますので、停滞をしないように次へ次へ次へと挑戦をし続けるということは、習慣化したものをさらにそれを破って次のフェーズ、次の階段に到達をしてまた定着させて、そして次へ登ってというのを、これをいい感覚でですね、それらを成し遂げていく必要があります。ここで身体感覚というものを私はとても重視してここまで来ました。なぜなら私たちの認知というものは、気をつけてこういうことを考えましょうといったような、いわゆる精神論的な考え方の指南だとかに関するアドバイスというものは
得てしてあまり役に立ちません。というのも、マインドだとか心がけというものは簡単に忘れてしまいますし、それこそ感情的になった瞬間には、そういった記憶すらもなくなってしまいます。これはメタ認知の限界にも紐づくわけですけれども、メタ認知というものは非常に疲れます。脳のリソースを多く食うわけですね。となると、それによってメタ認知ができにくくなってくる。そして疲れてくれば、よりリソースを少なくてもできる領域に頼ることになります。それこそが私たちが持っている感情なわけですね。感情というものは脳のリソースを節約して一瞬にして判断を下してしまう。これはある意味では便利で有益なわけですけれども、その感情が下す判断が常に合理的とは限らないわけですね。起こるべきタイミングで起こることはいいわけですけれども、起こるべきでないタイミングでも起こってしまう。これは私たちにとってみてコントロールがしにくい領域になってくるわけですね。ですので、人生の大半を自動化して習慣化したとしても、本能的な反応というものが常に合理的とは限らないわけですね。現代社会ではほとんどの場合が実は非合理的、不合理だったりするわけです。ですので、昨今マインドフルネスという言葉が流行ったり、瞑想というキーワードや自分の心を落ち着ける、精神的に自分の感情を抑制するというテクニックに注目が集まるのも、私たちが感情的になってしまうことがいかにこの現代社会では不利なのかということを反映していると思います。感情的になってしまう自分をどうすればコントロールできるのかという観点で情報を探したり試したことがあるのではないでしょうか。感情的になること自体の否定といったような文脈の中で、マインドフルになりましょうとか、感情に流されない生き方をしましょうとか、はたまたそれの逆張りで、嫌われる勇気ということで、感情的になって人から嫌われたっていいじゃないか、失敗したっていいじゃないか、情熱を持とうといったような感情というものを肯定するといったような、そうした二極化が起こるわけですね。私がこれまでのエピソードの中で伝えてきたのは、感情というものもある種の合理的な判断、生命的な合理的な判断の結果として私たちはそのように進化したわけですので、感情そのものの否定というよりも、それをどう道具として使うか、そしてメタ認知というものも発達させることによって、それらもひっくるめて私たちがどう行動すればいいかというそのメカニズムをうまく乗りこなせるようにしましょうといったような視点で話してきました。ですので、感情的になってしまうことや感情そのものの否定ではなくて、この感情も持ち合わせた私たちのこの肉体や精神というこの乗り物をどううまく運転するか、乗りこなしていくかということ、これをメタ認知という私たち人間特有の能力を使ってうまくコントロールしていきましょうといったようなことをここまで通じて説明をしてきました。で、そこで重要なのは外部の視点ですね。外部というのはこの肉体の外側にある視点、肉体の外側から眺めている視点というものを持ちましょうというふうなアドバイスをしてきました。そしてその視点として、私が今まで推薦をしてきた場所というのは、この背中の肩甲骨と肩甲骨の間の背骨付近、そこよりも少し後ろ側、体の外側ですねにプロジェクターがあって、投影機があって、そしてその投影機から投影されて、私たちのこの前頭葉、この額のあたりのちょっと前、この付近にスクリーンがあって、そこに投影されていて、その投影されている映像を私たちは映画館の観客のように席に座ってただただ見ている。それに対していろいろ反応したりしているという、こうした客観視した視点というものをまず意識しましょうと。なのでメタ認知というのは、こうした自分の今のこの状態というものを客観視できるかどうか、そしてその客観視した姿、イメージというものを体感覚として、体の身体感覚として持てるかどうか、イメージがそこまで体の感覚が変化するほどにまでイメージができるかどうかですね。これは別のエピソードでも言いましたけれども、私たちのこの体から入ってくる感覚自体も、これは客観的な外部から入ってくる入力ではなくて、脳がある程度作り出しています。予測として作り出しているわけですね。ですので、予測された入力をこの脳が再現しているにしか過ぎないので、なので実はこの体の身体感覚というものも変化させることができてしまいます。ある程度はですが、その予測の度合いというものを変化させたり、そしてその予測であるということに気づけるということも可能になります。ですので、そうなると体感覚が変化するわけですね。これをさらに利用して、あらかじめ違った体感覚というものをイメージしておくというトレーニング、ここまで拡張することによって、メタ認知のその強さですね、これをさらに強力にすることによって、IQ を上げる、この世界をどう認識するかという認識の仕方を他者よりもより広く、そして鋭敏に、そして捉えるその視点というものを複数持つことができるといったような
なテクニックですね。私たちは非常に多くの情報というものをこの目や耳や様々な入力機関センサーから受け取って脳が処理しているわけですけれども、大半が捨てているわけです。これは捨てた方が脳にとってみればリソースを節約できるので生存上有利なわけですけれども、しかしその捨てている情報の中や頭の中で合成している情報というものも、その仕組み自体を私たちが方法を変えてしまえば、また違う接続の仕方や合成の仕方、そして入力から受け取ったものをどう処理するかという処理の取ってくる情報を変更したりすることによって、今までとは違う視点、それこそ他者と違う視点やこの世界全体を眺めるときに本当のありのままの世界というものを多角的に見ていくといったことが可能になるわけですね。で、特に私たちが生きているこの世界というのは本当は多様な世界で、どう捉えたところでその捉え方次第で全く違うストーリーになってしまうといったようなことが可能な世界です。なのでそれらを比喩的に暗喩的に言っているのが多宇宙世界とかっていうストーリーにすることによって、私たちはそれに近しい疑似的なストーリーとしてそれらを飲み込んで実体験としてストーリーを感じ取ることができるわけですけれども、実際に多角的なさまざまな視点をイメージすることができれば、この私たちの目の前で起こっている出来事、それこそ他者との対話とか、これが1対1でもそうですし1対他でもそうです。で、このような私のように一方的に話すスタイルでこれを見ている方たちがこの画面の向こう側でたくさんいるかもしれない、いったような状態であっても、それを意識しながら、それをイメージしながら捉えることができれば、それこそ自分が何を喋るのか、そして自分がどのような振る舞いをするのか、これ自体も変更がかけられるわけですね。なのでこうしたことを実現するための体感覚としてのイメージ、この方法を今回はお話ししたいと思います。前回のエピソードでは何かを実行しようと思った時、例えばペンを取るという時に手をペンに動かすというこのすごく単純な動作なんですけれども、このイメージをするときによく引き寄せの法則では、願望を強く持てばあらゆるものが引き寄せられます、あなたの願望が自分の方にやってきますといったようなそういった比喩を使います。で、これをすごく単純な例に置き換えると、ペンを取るときにペンに対してペンを自分の方に来い来い来いというふうに願った、強くイメージしたところでペンは来ないですよね。それに対して逆でペンが自分の手を引き寄せていると。なので指がペンに引っ張られていくと考えると手は動くわけですね。それによってようやくペンが手に取れるわけです。これは今までの発想とは逆で、ペンに対して手を動かす、手によってペンを動かすといったような、そうした自分が動くことによって世界が変わるという、そういった順番で考えますが、発想は逆にして、この世界に対して自分が動かされている、そこに対して引き寄せられているというふうに考えると、この体の身体感覚というのは少しずつ変化していくわけですね。で、これ前回のエピソードで言いました、私たちは引き寄せられているというふうに考えると、行動だとか思考も変わってくると。成功というもの、自分が目指す目標というものがあって、そこに自分が引っ張られているというふうに考えると、行動を起こすときや自分の視点や視野というものが今までと違うようになってくる。これによってまた少しずつ自分の行動が変わっていけば結果が変わりますので、そうなるとまた新しいヒントや気づきというものが得られる。要はメタな視点を持つことによって多様な視点を持てるようになるということになります。で、今回はそれをさらに拡張させて、この対象物に対して引っ張られているではなくて、自分自体とあとこの環境自体が引っ張られているというイメージを持つための、方法ですね。これを紹介したいと思います。まず端的に言いますと、自分の周辺にドーム、これは球体のドームですね、があり、その球体のドームの内側に自分がいると。この外側にある球体ドームはその中にですね、見えない糸が私たちの体に無数につけられており、そしてそのドームのその膜、外側の膜が外側にこう引っ張られることによって私たちの体も引っ張られていくと。なのでこの手が上がるのは自分が手を上げようとして上げたのではなくて、そのドームの外側、向こう側に行ったことによってこの手が引っ張られていくといったような状態をイメージしてみてください。そしてこの球体はどんどんとこう大きく、自分がイメージできるサイズでいいですので、大きくなった場合はかなり遠いところから自分が引っ張られているというイメージもできると思います。なので私たちの体のあらゆるところにこの見えない糸がついているとなりますと、少しこう引っ張られた状態、軽い緊張状態ですね。これは引っ張られているというそのちょっとした引っかかりが
イメージできるようになれば、私たちはこの球体の内側にいる、しかし引っ張られている。そうなると私たちのこの動きというのは自分自身でこの動きをしようと思っているわけではなくて、この外側の球体が引っ張ったり、あるいはへこんだりすることによって私たちのこの体や手の動きというものが自然と引き出されていっているというふうに考えてみてください。でこれを自分だけでやっている場合であれば体感覚が変わるということだけで終わりですけれども、これをこのドームの内側にあるもの全てが実はそのようになっているというふうにイメージを広げてみてください。これは目の前にいる誰かと会話をしている時でもいいですけれども、相手もこの自分の周りを取り囲むドームの内側の中からその人によって惹かれているというふうに捉えてみてください。すると目の前にいる相手が動くのは相手の意思で動いているというよりも、この外側の球体が引っ張って相手を動かしている。それこそ喋ることとか頭の中で思考している考え、こういったものも全て相手が全てコントロールしているわけではなくて、実は外側のドームがコントロールしているというようなイメージを持ってもらえれば、目の前の人が例えば自分に気に食わないことを喋っていたり、あるいはつまらなさそうにしていたり感情的になったとしても、それは相手そのものが問題なのではなくて、このドームがもたらしているものだという結構引いた視点、広い視点で捉えることができるわけですね。となると目の前の人間だけではなくて、ここにある視界に入るものや視界に入らない背面だとか、さらに遠くのビルの向こう側とか、それこそドームを広げれば広げるほど物理的に自分の目に入るもの以外のものもそのスコープの中に入るわけですけれども、そうしたものもドームの内側であればそれらに対して引っ張られているというふうに考えますと、すると目の前のものに一点集中するのではなくて、常に引いた視点によって物事を捉えられると。そうなると些細な変化だとか小さな変化も発見できるようになります。相手が感情的になっているというふうなそうしたシチュエーションであったとしても、その感情的になっている中でも相手のわずかな表情の変化とか喋っている言葉そのものではなくて、その喋っている発話している言葉の構造ですねに注意が向いたりします。そうなるとその重心としての力点というものがどこにあるのかということも発見しやすくなり、この直接的な自分の視界に入る気になるポイントばかりに自分の注意が向くのではなくて、客観的に見ていくことによってこの全体としての構造というものを眺めることができるわけですね。となると相手がなぜそのような発話をしたのかというその発話そのものの内容だとか背景に気を取られるのではなくて、この一連の会話というこのコミュニケーションというものが一体どのようなメカニズムで引き出されているのかといったような深い視点を持てることがあります。でこれは相手が話しているその相手そのものを捉えるだけではなくて、この相手が蓄積してきた歴史や、そしてその相手が経験してきた過去の経験だとか、あとは相手の内面として感じているであろうこと、これは感情的な部分もそうですし、身体感覚としての感覚もそうですけれども、そういったものもメタな状態として捉えることができれば、相手が感情的になっている理由が相手の自覚している問題が原因だと相手が思っている、そのように主張してきたとしても、それだけをその原因として特定してその問題を潰しに行こうと解決しに行こうとするのではなくて、もしかすると相手も感じ取れていない、相手も自覚できていないところに実は原因があったりするということに気づけたりもします。そういった可能性を排除しない状態でさまざまな多角的な視点で目の前の問題というものを眺めてみる、それこそ問題でないところも眺めることによって新しい発見、新しい気づきが持てるといったことができると思います。この身体感覚が変化することによって思考が変化するといったことがこれらのことを実際に実践としてイメージしてやってもらえれば、身体感覚の変化が思考の変化を促すと、そして思考が変化してくるとさらに身体感覚も変化すると。なので私たちの体とこの思考というものは実は密接に結びついていますので、それらをもとにして私たちが持っている潜在的な力、それこそ想像力や観察力、そしてそれに対する反応する力、こういったものが今までのあなたの持っている能力をさらに一段と引き上げてくれるきっかけになると思いますので、そうしたイメージ、そうした感覚というものを一度試してもらえれば面白いんじゃないかなと思います。私の著作超える技術、まだ読んでない人は Amazon でポチって買って読んでいただければと思います。他にも著作いくつか書いていますので、気に入ったものがあれば買って読んでいただければと思います。今日もお疲れ様でした。